幸せの本質。一生涯続く笑顔あふれる人生の作り方。本気で幸せになるための本です。心から幸せな人はどこにいるの？ 14 歳、中学2年生の時に人生に絶望した私は、心から幸せに生きている人をずっと探していました。学校の先生はいつも疲れているし、同級生はクラスメイトの悪口を言っているし、親はお金がないと嘆いている。周りの人間より少し敏感だったせいか、目の前にいる人の笑顔の隙間にあるどこか悲しそうな表情をなんとなく見抜いていました。大学生になって上京してから、たくさんの出会いの場や学びの場に足を運びました。本を出版している経営者のスクール、お金を稼いでいるビジネスマンが出没する港区のバー、そこで出会った人の紹介の場にはほとんど顔を出し、その過程で多くの人生の先輩方に触れました。お金があっても実は病気で苦しんでいる人。表面上の友人は多いようだけど、周囲からは信頼されていない人。会社がうまくいっているように見えても、実は自転車操業の人。他人の人生に触れながら、こんな生き方素敵だなと感じたり、逆にこれはちょっと憧れないなと感じたり、様々な感情を味わうたびに自分にとっての理想の生き方をノートに書き出し続けました。なぜこれらを書き出していたのかというと、潜在意識が持つ無限の可能性を知り、心に従って自分の願望を明確にすると叶うことを知っていたからです。やがて自分が求める幸せの輪郭が少しずつ明確になっていきました。そこから幸せなオーラをまとう真の幸せの生き証人たちにどんどん会えるようになりました。その方々を見ていて、幸せに生きる人は潜在意識の無限の可能性の生き証人でもあるのだなと感じたのです。それまでこんなに幸せになったら罰が当たるとか、幸せすぎて運を使い果たしたとかいう言葉を聞いたことがありましたが、そうした言葉を気持ちよく裏切ってくれます。嬉しい出来事があったら、またさらに嬉しい出来事が重なり、ますます幸せのスパイラルに巻き込まれていくのです。その方々と過ごす奇想天外な時間は本当に楽しく充実したものでした。大切にしていることや実行していることを教えていただき、素直に一つずつ実行していきました。すると気づけば、私自身も自ら掲げていた心から幸せに生きている人の項目を満たし、夢がどんどん実現していたのです。年を重ねていけばいくほど、夢も希望も消えていくものだ。あなたはそう思っていませんか？はっきり言います。それは大きな間違いです。年を重ねれば重ねるほど夢が軽やかに叶い、心からの幸せがどんどん拡大していく世界があるのです。信じられませんか？この本をきっかけに、あなたにもそんな夢のような素晴らしい世界を知っていただきたいのです。私がこれまで大成功者の方々に教えていただいた実践方法と3000万円以上の投資をして得た学びを全て詰め込んだのが本書です。一生涯笑顔あふれる生き方ができる未来へ共に向かっていきましょう。一生涯続く心からの幸せへの最短ルート。心身ともに健やかで好きな人たちと共にあり、自分らしさを発揮して経済を得て、どんどん夢が叶い、豊かになっていく。この考え方は、私が20代半ばの時に不思議なご縁で出会った心から幸せそうに生きている40代の女性から教わりました。幸せに豊かに生きるためには、健康という最重要の要素を土台として、その上に人間関係、そして経済を積み上げていくことが大切だよ、と聞いたのです。その女性は三角形を描き、わかりやすく教えてくれました。幸せな人たちが持つ要素をたくさん箇条書きにしてきた私にとって、頭の中がクリアになる図で、とても印象に残りました。もしかすると、私は健康や人間関係は二の次で、お金の面だけ手に入れればいい、という人がいるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。どれだけ裕福であっても、健康を害し、病室の中で生活していては、お金を使う場面もありません。
熱を出して寝込んでいる時が一番わかりやすいと思います。今すぐ熱を下げて早く寝室を出たいと思いますよね。不健康になると健康になることが夢になるのです。これは健康な時には忘れ去られる感覚でしょう。心身が健康だからこそお金を使って多くの体験ができるのです。今が健康な人は健康の重要性を感じづらいかもしれませんが、幸せの土台は紛れもなく健康なのです。また、お金だけを追いかけていき、人間関係の構築を無視していると、後から必ずしっぺ返しが来ます。例えば、お金のためだけに仕事に集中し、家族を放っておきすぎて離婚となり、自分の成果を一緒に喜んでくれる人が誰もいない状態は、果たして幸せと言えるでしょうか。また、お金だけの人との縁は、まさに金の切れ目が縁の切れ目で、お金が途絶えるとなくなります。自分に人がついてきていたのではなく、お金についてきていたんだな、と知ったとき、どんな気持ちになるでしょうか。それに反して、お金や利益を一旦横に置き、人が求めることや喜ぶことに集中している人は人に愛され、その結果、お金はついてくるのです。お金がなくなったとしても、そんな人には支えてくれる家族や仲間が必ず残るでしょう。事業に失敗したとしても、助けてくれる人が必ず出てきます。何より、そんな人を大切にする生き方の人には、目に見えない力も味方してくれるのです。第一に心身の健康、第二に人間関係、第三にお金、経済の面が積み上がるように整えていく。これが私のたどり着いた一生涯続く心からの幸せへの最短ルートです。さらにこの法則には見えない世界によって夢の実現が強烈に後押しされるという最高のおまけ付きです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は幸せの本質、一生涯続く笑顔あふれる人生の作り方という本をご紹介します。年齢を重ねていくとだんだんと夢が消えていく。10代、20代が人生のクライマックスで、あとはそこからゆっくり落ちていくのみ。こんな思いを持たれている方、結構多いのではないでしょうか。それ、大間違いです。むしろ年齢を重ねていくほど夢がどんどん叶って幸せいっぱいになる。一生笑顔でいられる人生が作れるんですって。めちゃめちゃ気になりますよね。著者はほなみさん。潜在意識の実践家として潜在意識を活用して健康、美、豊かさ、自己成長など全てを楽しみながら手に入れる方法を発信し、SNS フォロワー数45万人を超える絶大な支持を得られています。そんな彼女が心から幸せに生きる人を20年間真剣に分析し、そこから得た学びを実践して分かった幸せの本質を詰め込んだのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。私がスピリチュアルにハマって落ちた罠。ほなみさんといえば潜在意識の専門家じゃないの？現実的な話ではなくスピリチュアルなことを解く人なんじゃないの？もしかすると私の今までの書籍や発信を見てきてくださった方の中にそう感じる方がいらっしゃるかもしれません。もちろんこれまでの私の肩書きは潜在意識の実践家ですし、潜在意識について懸命に広めていきます。潜在意識とは人間の無意識のことです。これまでもお伝えしてきたように、この無意識を扱うことで夢や願望が叶いやすくなるのです。しかし、この目に見えない世界にただ祈るだけでは、心から幸せに生きるために必要なすべての要素を手に入れることはできません。生活習慣を整えたり、人間関係を見直したり、お金を生み出す働きかけをしたりなど、具体的な行動が必要不可欠です。
私は中学時代から20代半ばまで潜在意識や引き寄せの法則など目に見えない世界に重きを置きすぎていました。願望実現のための自己啓発セミナーやスピリチュアルな学びに多くのお金と時間を投資しました。額にすると20代前半までで500万円を超えています。そこまで投資してきたのにもかかわらず、当時の私は借金まみれになり、常にお金に困っていました。その当時は潜在意識が持つ無限の可能性を盲信していたので、恥ずかしながら潜在意識にお願いさえすれば寝ていても全てが叶うと本気で思っていました。しかし状況は一向に改善されず、借金はどんどんかさんでいきました。その後、豊かで幸せな人に出会い、教えていただいた内容を一つ一つ見直し実践していくと、あらゆる問題がスムーズに解決していったのです。長年悩んでいたのは何だったのと拍子抜けするぐらい、行動を大切にすることであっけなく解決しました。その時に悟りました。目に見えない世界だけにはまるとバランスを崩すということに。私はある時期、潜在意識を扱ったコーチングセッションを提供していました。潜在意識という目に見えない世界に興味を持った方が申し込みをしてくださるのですが、蓋を開けると現実世界から目を背け、現実逃避してしまっている方も少なくありませんでした。まるで過去の自分を投影しているようでした。目に見えない世界だけを変えて何とかしようと思っても、後からまた同じような問題が起こったり、目に見えない何かに依存して問題が一向に解決しなかったりすることも多いのです。私たち人間が実際に体験しているのは目に見える世界であって、具体的に理想の自分を叶えるために必要な行動を3次元の世界で実行するからこそ、それが現実化するのです。当たり前のように聞こえる話ですが、スピリチュアルにはまり貧しい生活を送っていた頃の私は、その行動という当たり前の部分を完全に見落としていました。人生に関わるすべての要素は密接に関係していて、あらゆる部分を包括的に見直し実践していくことが心からの幸せにつながっていくのです。スピリチュアルだけにはまるのではなく、実際の現実世界の行動に落とし込めた時に現実が好転していく方はたくさんいました。幸せな状態は目に見える世界と目に見えない世界のバランスが整ってこそ得られるものなのです。自分だけの人生軸を探す3つのヒント。本書はあなたに一生涯続く心からの幸せを得て、見えない世界によって夢の実現が強烈に後押しされる人生を送っていただくための本です。そのため、心身の高いレベルの健康、心でつながる人間関係、喜びながら得られるお金、経済の面を積み上げる本質的で具体的な方法を示していきます。その前に最初にやらなければならないことをお伝えします。これは見落としがちですが、とても大切です。それは自分にとっての幸せに本気で向き合うことです。自分が大切にしているものの考え方や見方を真剣に考えてみてください。これは自分が大切にしている価値観を明確化するということです。傍から見て幸せそうだと言われても本人が幸せではない場合は、この自分が大切にしている価値観について本気で考える過程を飛ばしている可能性があります。よくあるのが、親にとっての幸せを自分にとっての幸せとしてしまっている場合です。もちろん、両者が完全一致しているならいいのですが、自分にとっての幸せを考える暇もなく、親の期待に応えなければならない、親の夢を叶えなければならない、と義務感のようになってしまっているとしたら、危険な状態だと言えます。それは自分の人生を生きている状態ではなく、他人の人生を生きている状態だからです。親を愛しているがゆえに起こりがちなことで、これに関する相談もよくいただきます。しかし、自分にとっての幸せが他にあるのに、自分の気持ちを押し殺して他人の期待に応えようとしている状態は、幸せな状態とは言えないでしょう。もちろん、親だけでなく、夫や妻などのパートナー、家族や親戚、友人や先輩後輩など、身近な人の価値観に影響を受けることは大いにあると思いますが、しっかりと見つめなければならないのは自分にとっての幸せです。
また世間で言う成功や正しさにも気をつけなければなりません。最近は SNS などのオンライン上でも見かける成功者と呼ばれる人からの刺激も受けやすいでしょう。他人が幸せそうにしている発信の内容があなたの幸せとは限らないのです。これは錯覚しやすいので本当に注意が必要です。刺激が強い内容は目に留まりやすく脳も興奮状態になりがちですが、外からの情報に惑わされず、自分は人生で何に価値を置いているのかを冷静に見つめましょう。次から他の誰のものでもないあなたにとっての幸せと向き合うためのワークを3つご紹介します。ここは要なので飛ばさずにノートを開いて本気で本音で自分自身と向き合っていただきたいです。ワーク1、人生で一番辛かったことに向き合う。まず1つ目が自分が人生で一番辛かったことに向き合うワークです。自分にとっての幸せと向き合うときに大切なのは自分の素直な感情と向き合うことです。心が大きく動くということはあなたの魂、潜在意識が大きく反応しているということです。感情が大きく揺さぶられる経験にあなたが大切にしている価値観が隠れている場合が多いのです。ここで私が初めて人生で一番辛かったことに向き合った経験についてお話しさせてください。大学3年生の就職活動をする時期にキャリア設計のためにスクールに通いました。最初の講座で取り組んだことは20人弱の仲間の前での発表でした。そこで突然、今までの人生で一番辛かったことを共有してくださいと言われたのです。なんでいきなり初めて会ったばかりの人の前でそんなことを言わないといけないのという気持ちになりましたが、とりあえずやるしかありません。私はその時初めて人生で一番辛かったことって何かなとそれまでの人生を振り返りました。そして中学2年生の時の出来事を思い出したのです。私にとって一番辛かったのは母親の裏切り行為に気づいた時だと思い出しました。発表ではその時のことを具体的に細かく描写するように言われました。ノートにその時はどんな状況だったのか、どんな気持ちだったのかを書いて、それをみんなの前で表現しました。今までその出来事を具体的に振り返ることも、わざわざ再度辛さを感じ直すことも、人に喋ったこともなく、ひっそりと自分の胸にしまっていたことでした。気づいたらボロボロと泣いてしまい、私は嗚咽しながら発表していました。講座の中では発表後に仲間がなぜそれが辛かったのかと気持ちを掘り下げていくことになっていました。本質を探るためになぜと冷静に掘り下げるという心をえぐられる時間を経験したのです。母の裏切り行為に気づいてショックだった。なぜそれがショックだったの？見捨てられた気持ちになったから。なぜ見捨てられた気持ちになったの？私よりも他の人が大事なんだって思って大切にされてないと感じたから。なぜ大切にされていないと思ったの？そんな行動をとるということは私を愛していないからだと思ったから。なぜそれがあなたを愛していないからだと思ったの？素直に正直に本音と向き合っていきます。深掘りをずっと続けていると様々なことに気づいていきます。まずは自分だけのノートに一番辛かったことを書き出し、なぜそれが辛かったの？と掘り下げていってみてください。辛かったことは一つだけに絞らなければいけないわけではなく、複数あったとしたら辛かった順番に並べてみてください。そして順位が高い順に一つずつ向き合っていくと、自分が大切にしている価値観が見えてくることがあります。このワークだけで私にとっての幸せはこれだとすぐに明確になるというよりも、日々このように自分の感情とその感情が起こった理由、その感情のベースにある価値観を探っていくことで、自分にとっての幸せの輪郭が少しずつはっきりしてくるという感じです。いきなり答えを出そうとしなくて OK です。自分の素直な気持ちと向き合うことで自分に求めることがだんだんと見えてきます。そのための一歩としてこの辛かったことに向き合うワークはおすすめです。自分が辛すぎると感じることなどやはり思い出したくもないし向き合いたくもない。
けれども、そのような辛すぎる経験こそ、実は全部ギフトなのです。感情が動くということは、そこに大事なものが詰まっているから。そこに自分が人生をどう生きたいかというヒントがあるのです。ぜひ丁寧に向き合ってみてください。ワーク2、人生で一番感動したことに向き合う。二つ目に取り組んでいただきたいのは、人生で一番感動したことに向き合うワークです。辛かったことはマイナスに大きく感情が動いた瞬間でしたが、それに対して感動したことはプラスに大きく感情が動いた瞬間です。私は大学時代、六本木ヒルズのリゴレットというレストランで働けたことが大きな転機となりました。リゴレットの接客は私のこれまでの接客感をはるかに超えていました。ウェイターはお客様の名前や注文された料理を記録して覚えておき、次回の接客に生かすことはもちろん、目を見て挨拶することなど、日常生活の中でもとても大切な人とのぬくもりある関わり合いについても学ばせていただきました。また、下の名前で呼び合うような家族的な雰囲気がある反面、仕事については情熱あふれる厳しい環境でした。お客様のことを考えていないのではないかという行動が見られると、すぐに上司に呼び出され叱咤激励をもらう。私はそんな熱量に感動し、その店にいられることに幸せを感じて、働き始めた最初の2週間くらいは、毎日嬉しくて泣きながら帰っていたのを今でもよく覚えています。そこには目の前の人が求めるものを真剣に考えて、どんな関わりがベストなのかを本気で話し合える環境がありました。また、六本木ヒルズ内でトップになること、ひいては地域に愛されて100年続くお店を作ることもビジョンとして掲げ、スタッフ全員が共有していました。そんな人との本音の語り合い、目の前の人を思い共に成長し合えるつながり、それこそ自分が人生で大切にしたいことだと強く感じたのです。私は大学3年生の時からこれらワーク1とワーク2のような過去と向き合うワークを主軸に、自分にとって感情が揺さぶられた場面をノートに書き出して、自分が求めているものを真剣に深掘りし続けてきました。自分の心に嘘をつくことなく素直に生きてこられたのは、この2つのワークに真剣に取り組んだことが大きかったと思います。私にとっての人生の軸は、人が心でつながる場作りという言葉となり、何かに迷いそうになった時に常にこの原点に立ち返っています。ワーク3、9つの幸福チェックで現在と理想を明確にする。これまでの2つのワークで大切にしたい価値観を明確にしたら、3つ目のワークに進みましょう。これからお伝えする9つの項目で、今のあなたの状態とこれから目指したい状態、理想の未来を明確にします。日常の中で、なぜだか幸せを感じない、なんだか満たされない気がすると感じている方もいるかもしれませんが、このワークによって何に対して満たされない気持ちでいるのかを明確にすることができます。また、ただ幸せになりたいと思ったとしても、自分にとって具体的にどういう状態を幸せと感じるのかを明確にしなければ、何を行動したらいいかも明確になりません。現状と願望の確認のために取り組んでみてください。9つの幸福チェック。チェック項目は、心の健康、体の健康、家族関係、人間関係、仕事、お金、時間、環境、趣味、成長の9つです。1、9つの項目の満足度を10点満点中何点か記入する。各項目における現在の満足度を数値化することで、今自分がどういう状態で何を求めているのかが明確になります。日々に漠然とした不満を抱えている人は多いですが、何が不満でそれがどう改善されればいいのかを具体的に説明できる人はあまり多くありません。望む状態を明確にするために現在に点数をつけます。2、点数が最も低い項目の現状と理由を書き出す。次に確認するのが一番点数が低い項目です。人によっては複数あるかもしれません。現状どんな状態なのか、なぜその低い点数なのかを書き出します。例えば、お金が2点だった場合、なぜその低い点数なのか。現状は、今は月収8万円、学びに投資できる余裕がないから。
3、どんな状態になれば最も点数の低い項目が10点満点になるのかを具体的に書き出す。他人が感じる10点満点と自分が感じる10点満点は全く違う内容になるため、しっかりと自分自身の心に素直になって書き出すことが大切です。例えばお金の項目は、月収が高ければ高いほど10点満点になるわけではありません。人によって求める金額は違います。今の自分にとっての10点満点は何だろうと感じてみることが大切です。4、最も点数が低い項目が10点満点になった際、他の項目に起こる影響を確認する。さらにその低かった項目が10点満点になることで、他の項目の数字に変化があるかどうかを確認します。例えば、お金が10点満点、月収30万円で学びに投資し続けられる状態になったら、環境と趣味成長が10点に変わるかもしれません。こうして全ての項目がバランスよく10点に近づくには、どのような状態になったらいいかを具体的にしていきます。心身が健康で美しく、心でつながる家族と仲間がいる。自分の強みを発揮して喜び合いながらお金を得て、時間のコントロールもできている。いつもそれらに感謝し、幸福感で溢れている。望んだ願いが意味のわからないくらいバンバン叶う。あらゆる項目が安定的に満たされ、一生涯幸せに生きるためには、第一に健康、第二に人間関係、第三にお金、経済の面を丁寧に積み上げていくことが最短、最強ルートであるということが、私のたどり着いた結論です。あらゆる悩みを解決するための本質的な内容を本書に盛り込みました。それではここからは夢や目標がどんどん叶う自分になっていく、その具体的手順に進みましょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？このチャンネルでもほなみさんの本をいくつかご紹介させていただいているのですが、どれも潜在意識を利用した幸せにフォーカスされています。ですが今回の本は潜在意識に加えて見える世界、リアルな世界における幸せづくりに範囲を広げられているんです。見える世界と見えない世界を上手に使って幸福度の高い人生を実現する方法なんですよね。それゆえめちゃめちゃボリュームが多いです。ページ数も多いですし、その内容もめっちゃ深い。ですが分かりやすいメッセージなのでスルスルと読めてしまいますし、ワークに従って進めていけるので、読んでいくうちに自分の目指す方向が分かってきて、読み終わればじゃあ何をすればいいのかが分かっている状態に整理されているんです。本書のタイトルは幸せの本質ですが、まさに幸せになるための本質的な考え方と行動が示されている一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せ作りに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。